私の名前はマリン。マリンスポーツが大好きな父が、男の子ならカイト、女の子ならマリンと名付けようと決めていたらしい。少し変わった名前だけど、私はとても気に入っている。というのも、私の名字はとてもありふれたもので、学生時代、必ず一人は学年に同じ姓の子がいた。そのため、友達や先生にもマリンで覚えられることが多かったのだ。それは社会人になっても続く。周りと被らない珍しい名前のおかげで、上司や先輩、取引先の方にもすぐに名前を覚えてもらえるという利点があったのだ。夫と初めて出会った時にも名前の話で盛り上がった。夫は私の逆パターン。全国に20世帯ほどという珍しい名字に太郎というシンプルな名前の組み合わせ。初対面の人にいちいち説明する手間はあるけど、珍しい名字のおかげで印象には残るみたい。うちの会社は従業員が多いけど、相手にすぐ覚えてもらえるから仕事上では助かっているんだ。わかります。私は顔に似合わず可愛すぎる名前だから恥ずかしいんですけど、珍しい名前だから覚えてもらいやすいんですよね。マリンさん可愛いからぴったりです。とってもお似合いですよ。本当ですか？そんな会話をきっかけに頻繁に連絡を取り合うようになり、1年の交際期間を経て結婚。夫の珍しい名字を自分も名乗るようになって2年が経った頃、妊娠が分かった。それまで小さな会社で働いていたが、初期のつわりがひどく、出勤しても1日に何度もトイレに駆け込む始末。医師に診断書を書いてもらい、しばらく会社を休んだが、つわりが収まる気配はない。つわりの辛さと職場への申し訳なさから、その頃の私は心身ともにボロボロ。これ以上会社に迷惑をかけるわけにはいかないと思い、夫に退職の相談を持ちかけた。つわり、想像以上に辛くてさ、家事も全然できてなくてごめんね。まあ、妊娠初期だから仕方ないんじゃない？つわりがいつまで続くかわかんないし、ほら、うちはあなたのところとは違って小さい会社でしょ？だから代わりの人がいなくて、このままだと職場にも迷惑ばかりかけてしまうから申し訳ないの。だから退職しようと思ってて。マジ？つわりって数週間で治るもんじゃないの？会社の先輩の話だと、奥さんも最初は吐いてばかりで辛そうだったけど、すぐに収まって、その後の妊娠期間はピンピンしてたって。症状や期間は人それぞれみたい。お医者さんに言われたけど、私はつわりが重いタイプだって。私もこのタイミングでやめなきゃいけなくなるとは思っていなかったけど。やめることはないんじゃない？というか、つわりは病気じゃないだろ？出産まで働けよ。私は夫の言葉に耳を疑った。家事がおろそかになっても私を責めることはなかったし、それなりにねぎらってくれていた。なので、てっきりつわりの辛さを理解してくれるものだと思っていたのだが、どうやら夫は周囲から聞いた話で、妊娠初期だから仕方がないと考えていただけのようだ。いや、そりゃ病気ではないけど。だろ？まあ、お前の会社の人手問題は俺にはわからないから、辞めたければそうすればいい。派遣会社に登録すれば？そしたら、体調が優れない日があっても、周りに気兼ねなく働けるんじゃね？ちょっと待ってよ。良さそうなところ探してみるわ。夫は勝手に話を進め、後日派遣会社のホームページのリンクがいくつか送られてきた。その間もつわりの表情は良くならず、会社に退職届を提出し辞めることに。何度も今は体を休めたいと夫に話したが理解してもらえず、拉致が開かないので夫から送られてきたリンクのうちの一つに派遣社員として登録。そうして1ヶ月ほどが経つと、だいぶつわりも落ち着き、家事を一通りこなせるまでになった。その様子を見た夫は私に仕事をするようにしつこく言ってくる。やっぱりつわりなんて最初だけだろ？それで仕事辞めるとか、お前大げさすぎ。子供産むまでに稼いでおかないとな。つわりという見えないトンネルからやっと出られて嬉しかったが、夫の言動には腹立たしさと多少の違和感を感じていた。とはいえ、
夫の言うことも一理ある。前の会社を退職した今、産休育休を取得する権利を失った。そのため、働けるうちに働いて、少しでも貯蓄を増やしておきたいところだ。派遣会社のコーディネーターに相談すると、体調を優先してできる短期の在宅の仕事を紹介してもらえることになった。面談前日に緊張しながら派遣先となる会社のホームページに目を通す。すると、驚くべきことが発覚。なんと、私が派遣先として面談を受けるのは、夫が勤める会社の子会社だったのだ。慌ててコーディネーターに連絡を取ると、同じ会社、同じ部署というわけではありませんし、おそらく問題ないかと思います。念のため、先方には一報入れておきますね。夫にも相談しようとしたが、あいにく昨日から出張に出ていて、今夜は家に帰ってこない。電話をかけたが繋がらず、仕方なくメッセージを送っておいた。さっき気づいたんだけど、私が派遣される予定の会社、あなたのところの子会社だったの。派遣会社の人は問題ないって言ってたけど、大丈夫かな？しかし夜になっても返信はおろか、既読もつかない。ドタキャンなんてできないし、とりあえず明日は面談に向かおう。そして翌日、スーツに着替えて派遣先となる会社に向かった。最寄り駅でコーディネーターと落ち合い、約束の5分前に到着。人事部の方に迎えられて、会議室に案内された。先方は人事部社員、そして私が就業する予定の課の課長。ドキドキしながら席に着くと、開口一番課長がこう言った。ぶしつけに申し訳ありません。あなたの名字って。あ、珍しいですよね。旧姓は平凡なんですが、結婚してこの名字に。もしかしてご主人の名前は太郎さんではないですか？そうです。実はこちらの親会社にあたる会社で働いておりまして。やっぱりそうだと思いました。夫のことをご存知なんですか？はい。もともと私は親会社におりまして、太郎くんにはプロジェクトメンバーとして私の下で働いてもらったこともあります。最近も太郎くんを含めた数名で飲みに行った仲ですよ。へえ、そんな偶然があるんですね。そうでしたか。いつもお世話になっております。夫は会社のことを家ではあまり話さないもので。申し訳ありません。ご主人が親会社に勤めていると事前に伺っていたんですが、課長にお伝えするのを失念しておりました。明確に禁止されている会社もありますが、うちみたいに従業員が多く、規模の大きい会社だと、ご夫婦や親子で働かれていることもよくあります。弊社としても、ご本人が気にならないのであれば、問題ありませんよ。そうなんですね。私は中小企業で働いた経験しかないので、夫にも相談しようとしたんですが、あいにく1週間出張で出て行って連絡が取れなかったので、御社にご迷惑ではないかと心配していたんです。1週間の出張ですか？はい、そうですが、どうかされましたか？太郎くんの部署だと、せいぜい1泊の出張が年に1回程度だと思うんですが、まあ、私の勘違いでしょうね。話が脱線ばかりして申し訳ありません。いいえ、大丈夫です。それでは短い期間ではありますが、これからお仕事をお願いします。マニュアル等ご用意しておりますし、わからないことがあれば何でも聞いてくださいね。はい、よろしくお願いいたします。こうして面談は終わり、派遣社員として働くことになった。課長の言っていた出張の話、引っかかるなぁ。課長の発した気になる言葉に、思わぬところで夫への疑念が生まれた。帰り道にスマホを確認すると、昨夜のメッセージには既読がついていたものの、返信はない。ますます出張は嘘なのではという疑いが大きくなっていった。家に帰り、いても立ってもいられずに、夫の SNS を見る。すると、どの投稿にも必ず、いいねを押しているアカウントを見つけた。長い髪の女性の後ろ姿がアイコンに設定しており、名前はアンジュと書いてある。震える指でそのアカウントに飛び、リアルタイムの投稿を見て、愕然とした。
パンダのスタンプで顔を隠した男性の写真に添えられたのは、愛する彼と1週間のバカンスというコメント。顔は見えないけど、この服見覚えがある。これ、間違いなく太郎だ。疑念が確信に変わった瞬間だった。夫は妊娠中の私に出張だと嘘をつき、不倫旅行の真っ最中。過去の投稿にも既婚者である夫との交際を匂わせるものがいくつもあり、中には生々しい内容のものまであった。鍵付きではないアカウントで、これほど大胆に不倫の証拠を自ら投稿しているなんて。バレてもいいと思っているのか、単に脳内お花畑な女なのか。つわりと怒りが相まって吐き気がする。私は思わずトイレに駆け込んだ。悔しい。子供が生まれるっていうのに不倫してるなんて。辛いつわりに一人で耐えていた時も、太郎はあの女とイチャイチャしてたのね。許さない。絶対に許さない。そう心に決めた私はトイレから出ると、女のアカウントの投稿内容を一つずつスクショして保存した。お腹の子供のためにも私がしっかりしなきゃ。でも、これからどうやって相手の女の素性を明かしていけばいいのか。そんなことを考えながらスマホの検索画面を開こうとしていると、派遣会社のコーディネーターから着信が入った。今日の面談、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。実はですね、先ほど先方の課長から電話がありまして、至急マリンさんと直接連絡を取りたいとおっしゃっているんです。今から番号を申し上げるので、電話していただけますか？わかりました。コーディネーターから教えられた番号をメモに取り、電話を切った。何の要件だろう。正直言って、今はそれどころじゃないのよ。仕事の話を聞ける心持ちじゃないんだけど。とはいえ、派遣先の上司になる人からの連絡を無視することはできない。深呼吸を繰り返し、できる限り平常心を装って課長に電話をかけた。もしもし、お世話になっております。本日はお時間頂戴し、ありがとうございました。いえ、こちらこそご足労いただきありがとうございました。ご用件は何でしょうか？申し訳ないんですが、少しバタバタしていて、いただいたマニュアルにまだ目を通せていないんです。いいえ、仕事の話ではないんです。奥さんがお帰りになってから、私自身気になって、太郎くんと同じ部署の人間に確認してみたんです。非常に申し上げにくいんですが、彼はやはり出張には出ていませんでした。やはりそうですよね。私も夫が嘘をついていることを先ほど確認したところです。ご存知でしたか？どうやらアンジュという女性と旅行へ出かけてるみたいです。アンジュ？旅行？はい。お相手の方が SNS で使っている名前なので、本名ではないかもしれませんが、そうなんですね。明らかに動揺している様子の課長に、私の勘が働いた。もしかして、夫と同じ職場に、アンジュさんという女性が在籍されてるとか？いやー、それは、私の立場上、他の社員のことを言及するのは、課長のその言葉で全てを察した。承知しています。言いにくいことをお尋ねして申し訳ありませんでした。奥さん、これからどうなさるおつもりですか？夫とは離婚するつもりです。でもご安心ください。課長にプライベートな問題でご迷惑をおかけするつもりはありません。私は元来嘘の嫌いな男です。だから、ここからはあなたを応援する一人としてお話しさせてください。私の知り合いに探偵をしている者がおります。よければ紹介させていただきましょうか？ありがとうございます。ぜひお願いします。翌日、課長から紹介を受けた探偵のもとへ、SNS のスクショ、そして夫の会社に在籍する可能性が高いアンジュという女性。それらの情報から夫の不倫の証拠を集めてもらうことに。女の素性はすぐに判明した。やはり同じ職場で働く女性で、夫の上司にあたる人物らしい。若い頃に結婚してすぐに離婚。バツイチとなってからは仕事に邁進し、今のポジションについたキャリアウーマン。輝く女性という特集に掲載されたこともあり、
社外でも有名人のようだ。出張だと嘘をついている期間、夫は有給休暇を申請していた。そしてアンジュは遠方に住む身内の不幸だと言って、夫と全く同じ期間、会社を休む予定になっているらしい。現在2人は旅行に行っているため、目の前で不倫現場を抑えた証拠はない。しかし、SNS に投稿された内容と合わせると、私にとっては夫の苦労を確信するには十分な情報だった。予定だと、夫が帰ってくるのは3日後の夜。私は急いで荷物をまとめ、実家に帰ることに。夫にはお母さんが足を怪我したからしばらく実家にいると嘘のメッセージを送っておいた。突然帰ってきた私を見て両親はとても驚いていた。それをよそ目に事の経緯を冷静に説明する私。そうだったのか。わかった。母親になるとこんなにも強くなるんだね。出産や子育ても私たちができる限りサポートするから安心しなさい。ありがとう。あなたのことはママが絶対に守るからね。お腹をさすりながらそう思っていると、課長からメールが届いた。夫から課長の下で派遣社員を雇う予定はありますかという旨の連絡があったとのこと。課長は、ですので、その予定はないと知らないふりをしておきました。嘘をつくのは心情に反しますが、致し方ありません。応援しています。課長が強力な味方になってくれてとてもありがたい。そしてそのすぐ後に夫からようやくメッセージの返信が届いた。すまん、打ち合わせが立て込んでて返信遅れた。そんな偶然あるんだな。帰ったらまた話聞かせてくれ。お母さんにもお大事にと伝えてくれ。きっと子会社にいる自分の顔見知りの社員に確認してから安心してこのメッセージを送ってきたのだろう。見えすいた嘘に思わず小さく吹き出してしまう。呆れた私は短く返信を打った。了解、お仕事頑張って。そして夫が嘘の出張から帰宅する日、私は探偵に依頼して自宅の前を張ってもらうことにした。すると案の定、大きな旅行カバンを持った夫と不倫相手が一緒に中に入っていったとのこと。それから数日間、2人の動きを監視してもらうと、勤務時間中にデートしていることも発覚。それらはすべて写真や動画に証拠として記録できた。十分な証拠が揃ったところで、夫と不倫相手に内容証明を送付。まさか自分の不倫がバレているとは夢にも思っていなかった夫。私のスマホに鬼電がかかってきたが、すべて無視。弁護士を通してください。その一言だけをメッセージで送った。すると弁護士から伝言が。旦那さんは離婚と慰謝料の支払いには応じられないとのことです。子供が生まれるのに父親がいないなんてかわいそうだろうと。嘘つきの父親はいりません。つわりで苦しんでいる私を置いて、外で他の女性と楽しんでいたことを一生許しませんと伝えてください。そして、夫の会社に社内不倫をしていること、そして勤務時間中に不適切な行動をしていることをきっちりと報告した。その後、夫はしぶしぶ離婚届に判を押し、慰謝料も支払ってもらった。合わせて養育費を受け取らない代わりに、生まれてくる子供には面会させないという取り決めもした。そして社内不倫と職務怠慢が明らかになり、2人はそれぞれ叱責されることに。バラバラの部署へと移動させられ、アンジュは降格処分を受けた。輝く女性ともてはやされていたが、不倫がきっかけでその名誉はガタ落ち。さらに匂わせだらけの痛い SNS の存在も明らかになり、慌てて削除したが後の祭り。社員たちの間で拡散され、居場所をなくしているという。2人の関係も終わり、それぞれ肩身の狭い思いでおとなしく仕事しているらしい。私の味方のとある人からこっそり聞いた話だ。私は旧姓に戻り、引き続き実家に身を寄せている。孫の誕生を心待ちにしている両親のおかげで、すでに部屋の一角がおむつや洋服で埋め尽くされていた。ママになる私は在宅ワークをこなしながら、お腹の子が一番輝く名前を考え中。だって、子供の名前は親からの最初のプレゼント。あなたのことはママが絶対に守るからね。そうつぶやきながら、だんだんと大きくなってきたお腹を優しく撫でた。